紙の新聞でナフサ不足を叫び続けてるのは、自民党の応援団と見られがちな読売新聞と日経新聞なんです。で、とりわけ読売新聞と日経新聞は高市早苗はバカなんじゃないかということをずっと言い続けてます。カントリーマーム放送、色削減、塗料不足で、藤屋ナフサ高騰対応。すごいでしょ？読売新聞ね、ほんまに高市早苗に怒ってるんですよ。アホすぎて。維新連立の条件停滞っていうことで、維新が連立の条件として出してきた定数削減であったり、副首都であったりとかいう話を全部自民党が難色を出してるようですね。アホがアホのゆえんは、アホの出方がわからないということです。ビビれない、向こう水で、口で威勢のええことばっかり言うてる人のおっちゃんの話から今日はスタートいたします。トランプさんなんですけどね、読売新聞の8面です。イランとの戦争の負けが込んできてですね、トランプ氏苛立ち、ネタニヤフと昨日おとつい電話会談したんですが、ネタニヤフにお前はクレイジーだって言うてるらしいんですね。世界中のやつがお前のことを嫌っている。俺がいなければお前は今頃監獄だと言うて口喧嘩になったそうです。せやけどね、確かにね、それはね、正論ではあるんですよ。トランプがネタニヤフのケツ持たへんかって、今頃ネタニヤフは例の汚職事件で逮捕されて、収監されてますからね。ネタニヤフがパレスチナとの戦争、レバノンとの戦争を続けてるのは別に、シオニズムっていう考え方ももちろんあるけれども、それよりも手前の感情は自分の汚職事件をこれ以上追及されたくないから戦争でごまかしたいっていう。で、今頃トランプはネタニヤフに利用されていたということに気づいたそうです。何を言うてんの？みんな言うてたやん。だから全部正解なんですよ。トランプがネタニヤフに言うてんのは。お前のことは、世界中の奴がお前のことは嫌いだ。何を言うてんの？遅い。11月に中間選挙が控える中、トランプ氏には支持率低迷につながるイランとの戦闘を早期に終結させたい意向がある。にもかかわらず、レバノンでの攻撃が続いてるから、イランは、レバノンでイスラエルあんなことしてないから停戦合意なんかできませんよって言うて、停戦合意伸ばしてんのよ。で、ホルムズ海峡人質に取ってるでしょ。で、ガソリンの値段上がるでしょ。ほんなら支持率下がるでしょ。トランプは早よ戦争をやめたいけども、戦争をやめよう思ったら、ネタニヤフが自分の命を守るために戦争を続けなあかんから、レバノンで戦争やってるでしょ。で、ガザへの攻撃も止まらんでしょ。だから苛立ってるっていうんですね。トランプ大統領になったらアメリカは戦争しないって言ってた人、ぎょうさんおりましたよね。今頃どうしてはるんでしょう、その人たちは。名官で死ねと言いたいですね。トランプ大統領に期待してたって、もうトランプとネタニヤフでブレイキングダウンとか出たらどうやねん。もうそれで話つけてこいよ。あんなん顔見てお前、なんとも思わへんというのがものすごく俺は不思議です。はい。中東情勢のせいで日本が困っているのは原油を原料とした工業製品、化学製品の品薄であります。とりわけ、ナフサ、蘇生ガソリンがないという状態が続いています。蘇生ガソリンがないねんからね、ナフサがないんですね。で、そのナフサなんですけれども、高市早苗、ずっと言ってますように、ネトヨとか、高市早苗さんが好きな人のね、予想と裏腹に、朝日新聞とか毎日新聞とか東京新聞の系列は、ナフサ不足をそんなに騒いでないんですよ。紙の新聞でナフサ不足を叫び続けてるのは、自民党の応援団と見られがちな読売新聞と日経新聞なんです。で、とりわけ読売新聞と日経新聞は高市早苗はバカなんじゃないかということをずっと言い続けてます。ないもんはないねんからないと言えということを読売新聞と日経新聞はずっと言ってるんですが、今日の読売新聞の芸当が素晴らしかったですね。笑ってまいりました。これはね、紙の新聞だからできる芸当です。笑ってもうたんですけど、2面です。読売新聞の2面。昨日、関係閣僚会議がありまして、高市早苗さんがナフサの供給は年度を超えて大丈夫や、言うてるんです。ね。で、顔料の類、ここにわざわざね、顔料の類、例年の 1.8 倍可能にって言うて、これ例年の 1.8 倍の供給量を確保したっていうことを各業者と合意したのはですね、塗料だけじゃないんですよ。
ナフサ製品ほぼ全てで 1.8 倍に可能っていうことを昨日の関係閣僚会議になってるんです。言うてるんです。でもここでね、わざわざね、塗料類ってことを出してるんですよ。なんでかなというと、これ紙の新聞やからできる系統なんですが、この記事こう読んでいくんですね。こう読んでいって、こう読んでいって、こう読んでいくんですけど、この読んでいった先に何があるか言うたら、カントリーマーム放送、色削減、塗料不足で、富士屋ナフサ高騰対応。ごっつい意地悪でしょ。もうね、ものすごい意地悪なことしてるの、読売新聞。こう、ほんま紙の新聞しかできない系統やけど、この高市早苗がナフサ不足に対応したって記事は厳密に言うとここまで続いてるんですよ、ここまで。ここまで続いてんの。首相は会議でさらなる流通過程の実態把握と目詰まり解消、中小企業などへの資金繰り支援などを関係閣僚に指示したって書いてある隣にカントリーマーム放送色削減って書いてある。すごいでしょ。読売新聞ね、ほんまに高市早苗に怒ってるんですよ。アホすぎて。まだ目詰まり言うとんのかということです。で、それと、これは今日の新聞のようやったと褒めざるを得ないんですが、高市早苗応援団の皆さん、ネトウヨの皆さんの予想に反して、高市早苗は弱者だから金儲けの邪魔だと思ってるわけですね。要は読売新聞と日経新聞は。で、朝日新聞と東京新聞と毎日新聞の高市早苗批判のいわゆる左翼新聞が高市早苗批判がそんなに甘い理由というのはね、多分ね、誰が見ても高市早苗が弱い人だからですよ。だから、おきれいごとリベラルの朝日新聞とか毎日新聞さんのとりわけは弱い人いじめたらあかんなと思って多分やってないんやと思うんですが、日経新聞は社説で、今日の日経新聞の社説はすごかったです。今日の日経新聞の社説はすごかったです。ほんまにすごかった。ヘイト抑止へ実効ある対応を。外国人差別をなくす取り組みを推進するヘイトスピーチ解消法の施行から3日で10年となる。依然としてネットなどには何々人は出ていけといった表現が溢れる。被害を減らすため一段の努力を政府に求めたいから始まるヘイト抑止実効ある対策をと。で、これネットでも公開されてるんでぜひ読んでもらいたいんですけれども、社説の最後の3パラグラフ目が感動的だったんで、もう読み上げさせていただきます。人種差別撤廃条約は締約国の政府天自治体に差別撤廃の政策を遅滞なく実施するよう求める。日本は1995年に加入したが出遅れたままだ。各国の共生政策を比較する移民統合政策指数で反差別の項目は日本は16点だった。主要7カ国で他の国は70点以上となっており、日本は著しく見劣りする。こっから先です。政府は一部の外国人が法やルールから逸脱していると問題視し、秩序ある強制を謳って在留資格の厳格化や強制送還の強化を進めている。一方で、ヘイトスピーチという受け入れ側の違法行為が横行するままでいいのか。人口減少が進む中、社会経済を維持するには多様な人材が安心して暮らせる環境が不可欠だ。政府はポスターなどによる啓発にとどまらず、被害者の声を聞き、実効性のある対策を進めてほしい。Now you know what I'm talking about. 日の丸振ってる連中、日本は美しいって言うてる連中がなぜダメなのか言うと、弱者のたわごとで金儲けの邪魔だからです。何々人出ていけ。日本は美しい。言うてる連中は資本主義の邪魔なんです。みんなが頭のええやつから順番にちゃんと金儲けをしていこうという世の中、健全な世の中を作るのの邪魔なの。金は肌の色や目の色や宗教を選びません。金は頭のええやつ、運動神経のええやつに集まってくるんです。人種や国籍や宗教や民族は一切関係ない。能力だけが問われる社会を作るときに、日の丸振ってる連中は邪魔なんです。弱者黙れ。人を差別してしか生きていけない日本人という曖昧模糊とした概念にしか自分のアイデンティティを置けない。生まれたての小鹿よりも弱い存在でしかない日本人言うてる奴らは邪魔です、社会の。銭儲けの邪魔。
賢い人間の邪魔をしないでください。強い人間の前に日の丸を持って立ち止まらないでください。邪魔です。で、もう一つの資本主義の邪魔なんですけど、これ経営者を甘やかせすぎな派遣というひどい話ですよ、これも。毎日新聞の一面が一番わかりやすいんで、一番私服を割いて紹介してたのは朝日ですけれども、わかりやすい記事は毎日だったんで毎日で紹介しますが、人材派遣料不当請求か、公正取引委員会、大手5社が立ち入りと言うてるんですけども、まあひどいです。リクルートスタッフィングとスタッフサービスとアデコとパーソナル添付スタッフとマンパワーグループが人材派遣業でカルテルを結んでたんですね。このカルテルを結んで値段を釣り上げてたんです。で、値段を釣り上げた派遣で仕事してる人にそれを回してたらええんやけども、何をしとったか言ったら、顧客に対する派遣料はカルテルで釣り上げてたのに、派遣の人に対する払いは据え置きやってんて。派遣会社と派遣社員の取り分の割合はマージン率と呼ばれ、労働者派遣法に基づき公開される。業界の平均相場は、派遣会社が3割、派遣社員の給与が7割程度だという。検査を受けた5社は、不当に派遣料金を釣り上げて派遣先に多く料金を払わせていたにもかかわらず、派遣社員の取り分を下げて、自社の利益を増やしていた疑いがある。これはひどい。すべての派遣業者がこうだとは言いませんよ。でもちょっとこれはひどいですよ。これはひどい。人殺すぐらいひどいことやってると思う。マルクスが聞いたら助走つけて殴るレベルでひどい。これ。えげつないよね。えげつない。ほんで、こういう人たちを我慢させる何が流行るか自己啓発が流行るんですよ。もうマルクスの言うてる通りですね。参政党みたいな政党が増える。マルクスの言うてる通り。マルクスの言うてる通りの政党が参政党なんです。労働側が阻害して非人間的になってくると、よくわからない理屈が流行って、物心化が進む。マルクスが宗教はアヘンだっていうのはそういう意味なんです。その場しのぎって意味。だからもうマルクスの言うた通りです。はい、で、もうそれはええんですけど、それはええんですが、最後にその行き着く先のもう一つのアホの子の集まり、参政党と維新ですけど、アホの子の集まりって、もうね、大体ね、日本の政治ってね、もうなんか良かったなと思ってて、最近、行き着く先が決まってきたなと思ってね。アホの子が参政党と令和に吸収されて、教養のない弱者が維新に吸収されて、そういうそのアホの子のもう一つの、アホの西の横綱ですけども、維新さんです。日経新聞の4面。維新連立の条件停滞っていうことで、維新が連立の条件として出してきた定数削減であったり、副首都であったりとかいう話を全部自民党が難色を出してるようですね。それはそうでしょう。この間、解説編の時間で、別の日の解説編で話しましたけども、高市早苗さんが維新と組んだ理由は、普通の政治家であれば、小学生程度の学力のある政治家であれば、維新と連立を組む理由というのは参議院の議席なんですが、この間ちょっとお話ししたように、高市早苗さんが参議院の対策をしているようには見えません。だとすると別に参議院が何なのか、参議院何それを SN のって状態だと思うんです、高市さん。アホやから。なんで維新と連立組んだか言うたら、自分の足元の自民党奈良県連に嫌味言うために維新と連立組んでるだけなんで、連立組んだって実績済んだらもう用済みなんで、高市さんからすると維新もう用済みなんですよ。なんで言うこと聞かなあかんの。これなんか久しぶりにこの動画を俺に貼り付けてる人がおったんで思い出したけど、昔俺こんなこと言うてたんです。基本一緒なんです。高市早苗の失敗って。パターン化してるの。強い言葉で言い切る。整合性が取れなくなる。説明がめんどくさくなるから逃げる。ポッと出てきて被害者ムーブをする。みんなから愛想つかされる。これをぐるぐる回る。で、これね、ミソジニーとか関係ないです。高市早苗さんが女性だからね、高市早苗さんの女性性というところに注目して、ガラスの天井論を持ってくる人がいるけど、政治家としては一番やってはいけないことばっかりずっとやってるんです。一番近しい事例ではね、小西洋之議員が頑張られた臨時国会であった放送法の件ね、圧力の件ね、あれの審議もこのパターンですよ。強い言葉で言い切る。整合性がつかなくなる。説明がめんどくさいから雲隠れする。ポッと出てきて被害者ムーブをかます。みんなから愛想つかされる。このパターンだったでしょ。最初、なんか問題があるんですかみたいな強いこと言うて、問題がぎょうさん出てきたら今度は雲隠れして。このパターンでしょ。
でそのちょっと前にあった奈良県知事選挙ですよ。奈良県知事選挙でもちょっと前話したけど、現職の人が次出ようかどうか悩んでる時に、タイミング悪い自分の子飼いを東京から連れてきて押し込んで、引こうかな思ってるけども、強い言葉でもう奈良の新しい時代が来るみたいなことを急にパッて言うてしもたから、やめようかな思ってた現職の人が意固地になって出るいう話になって、揉めてんのにもかかわらず強い言葉で東京で私がまとめてきましたよと、まとまってないのにまとめてきました言うてしもてるから、2人で自民党の奈良県連が「いや現職も出る言うてんねんけどな」言うて、で揉めて割れて、どうしようかな言うて、高市さん最低つけてくださいよ言うたら、おらへんねん、1週間捕まらへんねんで、国会が忙しい言うて。選挙終わって維新にトンビに油揚げさらわれるみたいに分裂したら、維新が自民党やなし維新が勝ってもうた後、私は頑張ったんですが分裂してしまった現職の方があって人のせいにする。でその前2012年の自民党の総裁選挙ですよ。当時、今でいう安倍派清和会の会長は町村さんでした。オーナーが森さんで町村さんが会長やったんですね。派閥会長として町村さんが総裁選挙に出る言うたんやけども、安倍さんがいや私が出るって言って自分も出るんですよ。で安倍さんは、まあ、要は派閥を割った形で2009年の私がですね、私が今回の総裁選をですね出てですね、民主党政権にですねって言うて出ていったわけです。で町村派が分裂するわけです。で分裂して高市さんは安倍さんを応援したい言うから、分裂の前に強い言葉で私は安倍晋三さんを応援しますって、まだ分裂する前に出ていくわけよ。それはもうそこがかっこええやんか。安倍さんからすると可愛いなと思うやん。高市さんがね私のことを応援するって言って、まずね派閥を出ていかれた。その時に言わんでええもにもかかわらず、町村さんはもう人間として終わってるみたいな悪口をメディアでいっぱい言うわけ。言わんでええのに。誰も派閥割るとも決めてないよ。だって安倍さんは町村さんも出る言うてるし、安倍さんも出たい言うてるから、これ話し合いがつけて森さんにどうやねん言うてもうて、町村に我慢してもうて安倍にって言うてる。ギリギリまでの交渉してるのに、私安倍さんを応援する言うて先にピャーッと飛び出すねん。安倍晋三はい今ね高市さんがね出ていきましたけどね、蓮舫さん座ってくださいみたいな感じで、出ていきよったなとも言ってるわけで、出たら出たで今度は町村は人間のクズやみたいなこといっぱい言うわけ。今まで自分の派閥のボスやったのに、みんなもう高市偉いこと言うとんなと思って顔しかめてるんだけど、わーなって、で結局うまいこといかへんで、町村も総裁選出る、安倍さんも総裁選出る言うて、安倍派が分裂するんやけど、安倍派と菅義偉と維新とでわーって総裁選勝つと。で勝った結果、じゃあ町村さんもう体壊さはったから、体調脳一血にならはったんやったね、確かに総裁選の最中に脳一血にならはって、もう引退やいうことになって、町村派が安倍派になって清和会に戻ったなと思ったんやけど、みんな怖いから、高市さんね、あの時にね出ていく時の高市さんの行儀が悪かったからって安倍派に戻してもうてへん。あの時に町村と安倍が分裂するから言うて清和会から飛び出した人何人もおんねんけど、戻してもうてないのは高市早苗だけ。放送法の話、奈良県知事選挙、町村派の分裂、これ全部同じ失敗でしょ。同じパターン。最初は勢いを言うて自分の言葉で自分の状況を厳しくしてしもて、整合性がつかへんようになったから雲隠れするしかなくなって、雲隠れ出てしてしんどいから言うて1週間ぐらいして出てきたら今度は被害者ムーブかますで、他人の悪口言うてどっかおらへんようになる。これずーっとこうです。同じことずーっとやったら、新進党から出ていった時から30年前だからずっと一緒。同じことばっかりなのよ。だから俺はこの高市早苗を知っているから、高市早苗こそ自由民主党の総裁にふさわしいと言い続けてきたんです。絶対崩壊すんねんもん。でもこういうこと言うてたんです。でね、俺これ今朝ね、菅野さん昔こういうこと言うてましたよねみたいなことをリプでもらって自分で見返してて思ったんですけどね、高市早苗のねこのパターンから言うとね、維新もういらないですよ。っていうかね、今になってようわかるんやけど、高市早苗の性格がようわかるんや。去年の11月、公明党との連立どうすんねんと、政治と金の問題でうんぬんかんぬんとかって言うて、政治と金をね、高市がね、あそこで守ろうとしたんやないと思うんです。あれね、多分嫌吉ですよ、あれ。奈良県連に対する。要は自分のせいで奈良県連が2つに割れて、知事選挙の時に自民党候補 A、B 両方出たんですよ。現職が新井さん、現職。で、新人、高市早苗の総務省時代の秘書官ね。
を奈良県知事にする言うて持ってきたんですけど、で、これ両方友倒れしてしもて、トンビに油揚げで維新に知事の背を持っていかれたんですよ。まあ、その後の高市早苗が下手打っただけが原因ではないんだけど、奈良県連は、基本的に割れまくってるんですよ。自民党の奈良県連って。みんな知らんと思うけど、高市早苗のお膝元って、高市早苗みたいな強力な政治家がまとめてるかどうかどころの話じゃなくて、自民党の奈良県連さえ高市早苗はまとめられへんのよ。今も四分五裂してんの。自民党の奈良県連は。で、むちゃくちゃってこともないんだけど、なんですね。で、もちろんこれ関西どこでもそうですけどね、奈良だけではなくて、和歌山も兵庫も京都もそうですけど、結局自民党の中がどうなるかというと、自民党の大阪府連の姿を見ているから、京都やったら京都に進出しようとしてくる維新を、兵庫やったら兵庫に進出してくる維新をどないすんねんというとこで自民党の基本的な立ち位置っていうのは割れがちなんですよ。大阪の自民党を見ているとね、菅義偉と安倍晋三がやったことですけども、大阪の自民党を見てるともう完全に野党扱いされるわけ。東京の自民党から。東京の自民党から共産党と同じように扱われるわけですよ。で、あの姿を見てたら周りの自民党はビビるわな。大体自民党の県会議員ってね、アポなしで官邸行けるんですよ。もちろん止められるで。何々県の県会議員の自民党の何々ですって言うたら、どうぞって入れてくれんねん。これは嘘かほんまか知らんけど、大阪の自民党の府議会議員から聞きました。安倍さんになる前と安倍さんになってから何が変わったかって大阪の府議会議員の立場です。大体どこの都道府県議会の議員でも自民党でありさえすれば、陳情や言うて官邸行けるんですよ。で、自民党の総裁室も行けるんです。自民党の本も行けるんです。大阪だけ別やで。大阪の府議会の自民党の何々ですが、帰ってくれ言われる。その代わり大阪の府議会議員の維新の何々です。どうぞ言われるよ。っていう話を僕は大阪の府議会議員から聞いたことがあるんですけども、嘘かほんまか知らんでというようなことを言うてる人がいてはりました。で、そんな状態ですから、奈良、京都、和歌山、兵庫、徳島、香川の自民党の人々は、要は、生駒の独電波が入るような人たちは、維新をどうしようということを悩んでるわけですよ。で、奈良県の自民党も、さすがに、この間の知事選挙の余波がまだ続いていますから、維新全部というような人は珍しいですけども、去年11月に行われた公明を捨てるかどうか議論というのは、高市早苗にとって、裏金とかの政治資金うんぬんかんぬんというところをね、さておいて、いや、維新と仲良くすれば万事解決じゃないという意思表示やったと思う。奈良県連に対しての。と思うと、高市早苗という人間の失敗パターンから考えると、多分それやと思う。なんか別に政策的にどうのこうのとか、公明党に対する評価がああだとかこうだとかいうことではなくて、奈良県連の自民党の人々が一番嫌がる答えはこれだよなということで出した答えのような気がする。これあくまでも俺の推測ですよ。人間観測としての。高市早苗がこれまでやってきた30年間同じことで失敗してきたね。揺るぎない高市早苗さんの30年の実績から考えると、はい、維新と仲良くすればあなた方の四分五裂も収まるんですよと。で、もうそれ一回嫌味言うてるから、もうね、用事ないんですよ、維新に。なんで俺こんなんようわかるかって、幸宏にそっくりやねん、高市早苗。すべての接点がハラスメントなんですよ。頭が悪いわけじゃないの。すべての、その局面のハラスメントでしかないのよ。あのタイミングで、公明党を捨てて、維新を選びますって言うて、一番しんどいのは自民党奈良県連ですよ。で、県議会でもね、国会議員選挙でも、30年間公明党と一緒に二人三脚でやってきて、維新で割られてしもて偉いことになってるっていう時に、公明党捨てて維新と一緒になるって一番しんどいの奈良県連ですよ、どう考えても。メカニズムから考えたらそうでしょ？
県議会議員選挙も市議会議員選挙も奈良は申請不可分みたいな、一緒に選挙やるっていうのは自治体議員選挙の場合は少ないですけれども、公明党さんは公明党さんの席を取りに行かはりますからね。で、それをお互い申請にして犯すべからずみたいな感じで30年間やってきたにもかかわらず、公明党が敵、維新が味方って、東京におると考えられへんと思いますけども、関西の選挙ってのは自民党と維新が同じような票田を食い合うということなわけですよ。で、公明党さんが自民党を応援してくれてるから、維新との票田争いに競り勝つということをやってきたわけです。で、そこで公明党捨てて維新と一緒になりますよっていうことって、そのメカニズムで喧嘩してきた人に対する嫌味じゃない。これ、モラハラですよ。で、モラハラの道具として維新使うたから、もう一回用済みやから、もうあんま用事ないのよ。もう用済みなんです。嫌味の道具として使うたから。で、だからこそさ、アホみたいにさ、あれさ、政治的なね、東京的な文脈だけでね、維新と連立組むというんやったらさ、何より大切なのは参議院対策のはずやん。でも執行部参議院の対策全然してへんねん。この間の2月の選挙で自民党が衆議院3分の2議席取ったからね、もう正直言うて連立政権なんか組む必要ないんですよ。いや、要は何を取ったか言うたら、衆議院の数合わせで連立を組んでるわけじゃないのよ。参議院の数合わせで連立を組んでるわけ。公明党という議席を捨てても参議院の議席があるから大丈夫という参議院の議席のために維新と連立組みましょう言うてんのよ。にもかかわらず参議院対策全くしてないでしょ。なんでか言うたら、維新と組むか公明党と組むかという判断が参議院をどう対策するかということではなくて、嫌味としてどっちが機能するかしか考えてないからですよ。いや、だってさ、ほんまにさ、連立をさ、ちゃんと数合わせの連立で、国家をちゃんと運営しようと思って、法案審議とか内閣提出法案をタイムスケジュール通り通すために連立を組まなきゃいけないんだよって、もっと参議院対策してるはずやん。全くしてないでしょ。なぜ全くしてないかっていうと、維新と一緒にやってますということを言うことによって、ぐぬぬという人がいるという効果しか見込んでないからですよ。だって考えられる？自民党で2月にわざわざ選挙やって、その結果3分の2衆議院で単独をもらってんのにもかかわらず、参議院の審議考えてなかったから、参議院が自民党を含めた全員で進めるってことになってんねんで。全く頭に入ってへんねん、参議院のこと。ほんで、年度内成立できひんかってんで、予算。聞いたことある？自民党で衆議院で3分の2議席持ってて、予算年度内成立できませんでしたって。めっちゃ恥ずかしいやん。で、それはなんでか言ったら、あ、下田参議院あったって気づいとんねん、後から。で、ってことは、連立を組んでる根本義を理解してないってことですよね。用済みなんですよ。一回してるんです。もう用済みなんです。根源的に連立の相手を必要としていない。だから維新がアホなのはそこなんです。今年2月の選挙で根源的にね、参議院の対策さえしなくてもいい状態にあるまで自民党が単独で勝ってる中で、維新が言わなあかんことはもうええでしょっていうことなんです。こういう時に高市早苗に振り返ってもらうために、あ、わかったわかった。ほんなら俺帰るわ。言って帰ることなんです。ほんならいや待ってって言われんねんって。アホやねんから。アホの最大のね、アホさというのはね、アホの動きがわからないということです。根源的に構造論として、もはや自民党は連立相手を求めていないんです。だとすると、この時にやるべき交渉は、いりませんやろ、僕らのこと。ほな、おいとまさせていただきますということでね。ほな、待ってちょっとって言ってくれんねんってアホやねんから。アホがアホのゆえんは、アホの出方がわからないということです。必死になって今、吉村も藤田もすがりついてんな。復讐としてえな。定数削減してえな。言うてるんですけど。ほんなんしたら余計調子乗るの分かってるんや。お前ら自分がアホやねんから、自分が他人に何されたらどう出るかって自分のこと観察したんやねん。まあ、それができひんから、あんな腐った関西新空港とか作って、副首都ですとか言い切れるような田舎もん丸出しの人間になるんでしょうけどね。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。